Please log in. Administrator. Initializing OK. Welcome back, Doctor. 今回の動画はサイドストーリー、幕引き人たちと同時に実装されるオペレーター。こうした書状書類は他の適任者へ任せた方がいい。もし処理したいものや保護対象がいるなら、リストをくれれば片付けてくるよ。先方オペレーター、ワルピスフォーリアの紹介及び概説を行っていきます。こんにちは。リサが手紙で言っていた何でもできるドクターがどんな姿をしているかずっと気になっていたんだ。やっとこうして会えたね。せっかくだし、あの子の学業について話がしたいのだけど、時間はあるかな？コードネームワルピスフォーリア、本名イングリッド・ベニスはシラクーツァ12ファミリーの一つ。ベニスファミリーに所属し、数多くの暗殺任務を遂行、殲滅と奇襲を得意としていたものの、現在はファミリーから脱退し、ロドスの中間オペレーターとして活動を行っています。彼女はオペレータースズランの母親であり、ロドスにはオペレーターとなる前から、スズランの父親と一緒にロドスで治療を受けている娘の見舞いに訪れているため、顔は知られていました。父親の方は、娘の勉強や生活について、悪く言えばくどくどと喋る一方、ワルピスフォーリアの方は父親のそばに立ち、時折、冷ややかにロドス本館の防衛や外勤任務のリスクのみを聞くくらいで、印象には残っているものの、どういう人物なのかは分かりづらく、シラクーサ人でファミリーの殺し屋であり、あまり人との付き合いはなさそうという程度の理解しかありませんでした。ある日、彼女が一人でロドスを訪れ、その際に船の滞在を申請。ロドスはこれを機に、ワルピスフォーリアの資料を集め始めたわけですが、シラクーサにおいて、イングリッドという名前は無名とは言いづらい名前であることが分かったのです。彼女はベニスファミリーのコアメンバーであり、ベニスファミリーがシラクーサの各都市にて地盤を広げていた時期、27件もの殺人事件を引き起こしていたことが、裁判所の記録で明らかになっており、少なくとも10のファミリーから懸賞金がかけられ、現在でもその半分は有効のまま、狼よりも凶暴なバルコというのが彼女の通り名となっている状況でした。ただ、シラクーサの政治的情勢を考えれば、被害者たちが被害者となってしまった理由も理解できないものではないということ、ロドスに影響を与えるものではないということ、本人がベニスファミリーからの離脱を強く望み、聖であるベニスを資料から削除してほしいと求めていることから、ロドスは中間を許可しました。以降、ワルピスフォーリアとオペレーターたちの間は徐々に仲が良くなり、オペレーターたちは彼女にワインの試食会などに招待。彼女も喜んで招待を受け入れる一方で、いつも遅刻をし、ほとんどで欠席扱いという状況。オペレーターたちの間では、ワルピスフォーリアは時間感覚が非常に疎い人物であるという印象がつくほどでした。一方で作戦任務においては真逆とも言える性質、やりすぎとも言えるほどにまで細心の注意を払い、計画の全てを秒単位で遂行するというほどの緻密さ、内容が誤っており、意味不明な作戦原案すらも実際に実行してしまうという遂行力。このことからオペレーターたちはあまりにも平時とのギャップが強すぎて混乱さえしていました。ただ、これに関しては単に仕事と生活は別物と強く区切っているだけと思われ、血にまみれた殺伐とした世界で生きていた人なりの生き方ということなのでしょう。ワルピスフォーリアのもう一つ気になる点といえば、やはり現在の夫とはどのような形で縁を結んだのかという点でしょう。娘であるスズランはワルピスフォーリアに似てはいるものの、性格は全く異なっており、性格自体は父親譲りなのではないかと推定されています。つまり、冷血なシラクーサの殺し屋と温厚な東の侵食者という、どう考えても繋がりそうにない二人ということになるわけで、このことはやはりというか、一部オペレーターの想像を大いにかき立てるものでした。ですが、実際の二人の出会いはスズランによれば単なる偶然だったとのことで、父親が所属する神社のある地域に武装勢力が乱入、たびたびトラブルを起こしていたことに対し、父親は交渉を行うために相手の拠点に向かったところ、道中で頬に傷のある異国風の女性とすれ違い、その時は気にもしなかったようで、そのまま拠点に向かったところ、すでにその勢力のリーダーは殺されており、部下は離散し、勢力は崩壊していました。そんな出来事から1週間後、父親は神様の好物であるちくわを買いに向かったところ、自分の前にいた女性がちくわを2本買ってしまい、売り切れとなってしまいました。
そこで父親は近寄りがたい雰囲気だったその女性に一本譲ってくれないかとお願いをしたところ、女性は快諾、父親は礼を言い、同時に2度目の出会いとなったことにも感謝をし、以降うまくことが運んでいったようです。なお、このことをスズランから聞いたオペレーターは、バルピスフォーリアに午後のトレーニングも参加するのよねと笑顔で声をかけられたのだとか。バルピスフォーリアのモチーフとなっている生物は、昇進2のイラストなどから、フェネックでしょう。北アフリカからアラビア半島の乾燥地帯に分布するキツネの仲間で、体長は30から40センチメートル、体重は 0.8 から 1.5 キログラムと、イヌ科の仲間では大きさは最小となっています。夜行性であり、野生下では主に砂地の最大10メートルにもなる穴を掘り、そこで昼の暑さと夜の寒さをしのぎ、哺乳類や鳥類、昆虫、草、果実などを食べる雑食性で、渇水に強いため、基本的に水を飲む必要がないとのこと。日本国内では一応ペットとしても飼育することは可能ですが、性格は臆病かつ警戒心が強いため、懐くまで非常に根気が必要な上、昨今の人気や日本に運ぶためには180日間の動物検疫が必要なため、購入するには100万円以上必要になることも珍しくはありません。そのため、生息個体数の割には国内ではどこでも見ることができる動物にはなっておらず、ペットとして飼育可能なのに珍しいという少し変わった状態になっていると言えるでしょう。受け取っておくよ、ドクター。皆まで言わなくていい。このメダルとシラクーザのファミリーが持つ紋章との違いは当然知っている。バルピスフォーリアはシージやサガなどと同じ先駆兵タイプの先鋒オペレーターで、物理ダメージだけでなく術ダメージも用いての高い殲滅力と機種にも匹敵する高いコスト回収能力を併せ持ったハイパフォーマンスな性能を有しています。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは他の先駆兵オペレーターと全く同じ。特に目立った箇所は存在しません。潜在強化による強化内容はコスト-1、再配置時間-4秒、攻撃力+25、素質に強化、コスト-1となっており、先鋒オペレーターなので可能であれば貫突することが推奨されるオペレーターです。とはいえ、よほどの高難易度に挑まない限りは貫突が必要となる場面もそうそうないので、運用において貫突が絶対というわけではありません。HP や攻撃力といったステータスは同じ5四6先駆兵オペレーターと比べると HP と防御力はやや低めな部類の一方で、攻撃力は最も高いという攻撃力によった形。そのためステータスの数値だけで見ればやや脆いという印象です。ですが、所持しているスキルのうちの2つは敵の行動を制限したり狙われづらくなるという性質を持つため、ステータスの数値で耐久力を実現しているのではなく、スキルで耐久力を実現しているタイプと言えるでしょう。素質1は、バルピスフォーリアが敵に初めてダメージを与えたとき、10秒間バルピスフォーリアが対象を攻撃した際に、追加で攻撃力の一定割合の術ダメージを与えるというもの。バルピスフォーリアに初めて攻撃された敵には敵の頭上にマークが表示されるようになり、このマークが表示されている間、その敵はバルピスフォーリアから攻撃を受けると、最大で攻撃力の 30% の術ダメージを追加で受けることになります。効果時間は10秒と非常に短くはなっていますが、バルピスフォーリアのスキル自体、すべて10秒以内で完結するものとなっているので、短いながらも、性能と噛み合った典型的な短期決戦型の素質として機能してくれるでしょう。なお、素質効果は当然ながらバルピスフォーリアが撤退した時点で解除されるため、特殊な事例にはなりますが、撤退と再配置を高速で繰り返してデバフをばらまくといったことは不可能。一方で一度撤退を挟めばデバフ付与の回数はリセットされるので、再配置を行えば何度でも同じ敵にデバフを付与することは可能です。素質には配置中、コストの自然回復速度をプラス 10% し、4秒間自身がダメージを受けていなければ、HP が徐々に回復していくという効果。コスト自然回復速度上昇は、初の実質的な永続型のコストブーストであり、バルピスフォーリアを配置した時点で効果が発動。配置している間は常に、コストの自然回復速度がプラス 10% されます。上昇率自体は 10% と事実上の1秒あたりプラス 0.1 と微々たる数値ではありますが、バルピスフォーリアは性能上、最後まで配置が可能なタイプのオペレーターなので、最終的な恩恵はかなり大きなものとなります。
ただし、このコストブーストは固定値を加算する SP ブーストとは異なり、あくまでも割合を加算するというもの。つまり、殲滅作戦のような自然回復速度が0のステージでは、この効果が発揮することはありません。また、自然回復速度が極端に制限されているステージでは、相応にコストブーストの効果も減少することになります。なので、この効果はあくまでも通常のステージでのみ有効。危機契約などでバルピスフォーリアを配置すれば、環境が様変わりするというわけではありません。もう一つの効果であるリジェネ効果は、自身が4秒間ダメージを受けなければ発動。発動後は次にダメージを受けるまで、毎秒 4% ずつ HP が回復していきます。バルピスフォーリアの短期運用を可能にする効果といえ、ダメージを受けなければ回復が始まるという性質上、ソーンズとは異なり、攻撃をしながら HP を回復するといったことも可能です。そのため、こちらも短期決戦型であるバルピスフォーリアの性能と噛み合っており、散発的に敵が進んでくる場所などでは短時間で敵を撃破し、HP を回復、再度敵を対処するといった運用もできるでしょう。ただし、毒ガスのような常時ダメージを受け続けるステージでは、この効果は発動しないという点には注意が必要です。スキル1は SP が溜まった状態での次の攻撃時、攻撃力の一定割合の術ダメージを敵に与え、所持コストをプラス1するという効果。スキルの発動形式自体はシージのスキル2やバグパイプのスキル2と同じ、対象がいることで自動発動するタイプ。裏を返せば敵がいなければスキルが発動しないという形なので、コストの回復もできません。また、仮にスキルが発動してもスキル発動1回に付き得られる所持コストは1とかなり低く、発動に必要な SP が少ないとはいえ、コストの回収効率はかなり低いものとなっているので、基本的にはコスト回収スキルというよりも火力スキルとして見た方が無難です。スキルのダメージは素質効果も合わされば、単発2000弱の術ダメージとなっており、先方の術ダメージとしてはかなり高めの部類。そのため、初動の殲滅役としては十分な火力と言えるでしょう。ただまあ、前衛や術師の配置が高速化した環境である現在において、据え置き型の先方以外に火力を任せる必要があるのかと問われれば疑問なところ。また、このスキルだと先方の最大の役目である初動のコストブーストがほとんどできないので、現在においては使い勝手はあまり良くはないスキルと言わざるを得ません。以上のことや特化に必要な素材、特化による上昇率を鑑みてスキルレベルは7で据え置いてしまっていいでしょう。スキル2はスキル発動後、即座に所持コストをプラス6し、攻撃範囲内にいる最大6体の敵に、攻撃力の一定割合の術ダメージと足止めを付与。さらに、対象がすでに足止め状態なのであれば、追加でスタンを付与するという効果。バイビークのスキル2に、テキサスのスキル2の即効性を掛け合わせたようなスキルとなっており、敵の行動制限とコスト回復を両立した性能を有しています。スキル発動に必要な SP はスキルレベル7で21、特化3で20となっており、初期 SP はかなり高いため、スキルレベル7であればバグパイプを、特化3であれば単独で配置後、即座にスキルを発動させることが可能。また、スキル2はスキル1とは異なり、攻撃範囲内に敵がいなくても発動できるため、コスト稼ぎだけに使用することもできます。コスト回収能力は、バルピスフォーリアが有するスキルの中では最も高く、その効率は並の先駆兵では太刀打ちできないどころか、天人化のスキル1に匹敵するというレベル。天人化はエリジウムなどの他の騎士と比べると、初速重視で中盤以降は効率が下がるという傾向にありますが、それでも、現在においては最優先で採用されることが多い、天人化と肩を並べることができるということを考えれば、十分驚異的な回収性能であると言えます。そして、このスキルのもう一つの特徴が、足止めとスタンを付与できるという点。相手に足止めが付与されていない状態でスキル2を敵に当てた場合、対象は最長5秒の足止めが付与され、足止めが付与されている間にさらにスキル2を当てると、スタンが5秒追加されます。足止めの時間とスタンの時間は別でのカウント、つまり、時間を共有していないため、最長で足止めを5秒、スタンを5秒かけるといったことも可能というわけです。また、スタン付与の条件である足止めは、バルピスフォーリア自身によるものでなくてもよく、例えばスズランのスキル3による足止め効果であっても、スタンの対象となります。この場合、チャージを用いれば、最長で10秒のスタンを相手に付与することが可能になるので、例えばノーシスなどの強力な敵移動力を制限する他のオペレーターと組み合わせることで、相手の動きを長時間止めてしまうといったこともできるでしょう。また、対空攻撃もできるのでスタンまで発展させれば飛行兵を叩き落とすことも可能。素質によるリジェネによって短期運用が可能なので、単独ルートを通ってくるような飛行兵をバルピスフォーリア1人に担当させるといった運用もいいでしょう。ス
キルには高いコスト回収能力と強力な足止めとスタンが売りのスキルで、特にコスト回収能力に関しては騎士に匹敵するという非常に優秀な性能となっています。全体的に初動に必要な性能をほぼ全て有していると言ってもよく、適正圧能力とコスト回収、特にコスト回収の方を強く求めるのであれば、良い選択肢になると言えるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化による上昇率を鑑みてスキルレベルは、特化3まで強化することを強くお勧めします。スキル3はスキル発動と同時に所持コストを追加、攻撃距離を1マス延長、攻撃力が上昇、攻撃速度を大幅に上昇させた後に徐々に減少、ブロック中の敵すべてを攻撃し、攻撃した対象に 0.2 秒のスタンを付与、スキル発動中に敵を撃破した際、スキル終了後、次のスキル発動まで明細を獲得するというスキル。コスト回収はスキル発動後に即座に最大で所持コストをプラス9するのみという、一見するとコスト回収効率は並程度に見えるスキルですが、スキルサイクルが最速で28秒という非常に速いものとなっているため、実際の回収速度はスキル2には劣るものの、微々たる差と言えるもので、当然ながら先駆兵のスキルとしてはトップクラスの数値。また、特化3まで強化をしていれば、突積みのバグパイプを編成することで配置後、即座にスキルを発動させることも可能です。火力に関しても戦法としては1000級、スキル発動後は攻撃力上昇、攻撃距離延長、攻撃速度が大幅に上昇し、複数の敵を同時に攻撃対象には 0.2 秒のスタンを付与します。スキル発動直後の攻撃間隔は 0.38 秒、ここから10秒かけて攻撃速度は元の 1.05 秒に戻っていくという形で、攻撃するたびに徐々に攻撃速度が上昇していく中倍とは逆の性質を有していると言えます。そのため、スタンの付与間隔も徐々に伸びていくことになるわけですが、通常の攻撃間隔自体が 1.05 秒と早めの部類なので、基本的にはスキル発動中は常に敵の攻撃を妨害し続け、実質的には10秒間敵の行動を封じるスキルと考えて問題はありません。そして、スキル発動中はほとんどの場面においては素質1の追加の実ダメージが常に適用された状態となるため、スキル発動1回の総ダメージは約37000、DPS は3700という前衛並みの数値、序盤どころかスキルサイクルの速さを考えると終盤まで十分と言える火力を有しています。そして、スキル発動中に敵を1体でも撃破すれば、スキル終了後は明細を獲得、対象を選ぶ遠距離攻撃を一切受け付けなくなります。つまり、範囲攻撃を受けるか敵と接敵するまでは攻撃を受けない、ダメージを受けないことになるので素質2のリジェネが発動。仮にスキル発動中に攻撃を受けてしまっても、場面次第では医療なしで回復も賄えます。そのため、スキル3をセットした場合はスキル発動中は高火力とスタンで敵を殲滅、スキル終了後は明細とリジェネによる回復という、まるでスイッチ型のスキルのような動きが可能というわけです。スキル3は素質効果と噛み合うことで、コスト回収、殲滅力、短期能力すべてにおいて非常に高い性能を有したスキルとなっており、特に殲滅能力に関しては序盤においては過剰とも言えるほどで、初動の殲滅役は彼女一人で十分すぎると言えるほど、また、中盤以降も居座り運用に耐えられる短期性能を有しているので、基本的には置きっぱなしで良いというのがこのスキルの長所と言えるでしょう。総じて、スキル性能が短期決戦型のバルピスフォーリアの性能と噛み合っているといえ、彼女のコアスキルの名に恥じない、まとまりの良さによる爆発力が売りのスキルであり、ほとんどの場面において、このスキルをセットしておけばまず間違いはないでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化による上昇率を鑑みてスキルレベルは、特化3まで強化することをお勧めします。バルピスフォーリアの基地スキルは応接室に関するものが2つ。1つは応接室に配置時、手がかり捜索速度が上昇する一般的なもの。もう1つは、同じく応接室に配置時、スズランも応接室に配置されているのであれば、さらに手がかり捜索速度を追加するという効果。スズランの所持している基地スキルは訓練室なので、実質的にはバルピスフォーリア1人で応接室スキルを回すという形になりますが、いかんせん、バルピスフォーリア1人の手がかり捜索速度が最大で 76% と、非常に高い数値となっており、これに応接室スキルなしのスズランの 26% が合わさるという形となるため、合計の手がかり捜索速度は 102%、つまり前衛チェーン2人と全く同じ手がかり捜索速度になるという形。さすがに条件が緩いにもかかわらず、手がかり捜索速度が最大で 56% になるイネスや 63% になるケイパーには及びませんが、十分選択肢に入る手がかり捜索速度ではあるでしょう。スズランが応接室スキルを有していないがゆえに、配置で探すのが非常に面倒という問題はありますが、
マップと敵座標の DMA 設定を適用しています。少々お待ちください。聞いている？降るあらに積もる恨みの落ち葉なく吹きずるいろはの赤。ターゲットロックオン。戦術支援システムオンライン。聞いているよ。急ぐことはないよ。黄泉の道は混んでいるからね。交渉花に酔えり羽織り着て刀刺す女。聞いているよ。どうぞ。まずはこのコートを撃ち落とせるかやってみて。交渉まずはこのコートを撃ち落とせるかやってみて。交渉花に酔えり羽織り着て刀刺す女。変わりありませんか？大丈夫ですか？交渉降るあらに積もる恨みの落ち葉なく吹きずるいろはの赤。初期化ロード完了しました。交渉降るあらに積もる恨みの落ち葉なく吹きずるいろはの赤。予測通りの戦いでした。完璧です。ワルピスフォーリアは高い殲滅能力とコスト回収能力を有し、素質効果によって先鋒でありながら、終盤まで活躍することができる高いポテンシャルを持つオペレーターで、短時間の効果力を用いての短期決戦を得意としています。特にスキル3に関しては、まさしくやられる前にやれを体現したスキルといえ、序盤はコスト稼ぎと殲滅、中盤以降は単独でのルートカバーなど、強力な性能に見合った活躍を見せてくれることでしょう。各スキルの大まかな指標と特化優先順を紹介。ワルピスフォーリアの特化に関しては、基本的にはスキル3が最優先。スキルサイクル、コスト回収効率、火力すべてが上昇する特化3まで上げ切ってしまいましょう。時点だとコスト回収効率が機種に迫るスキル2がおすすめ。こちらも特化3まで上げ切ってしまうことを推奨します。スキル1に関しては放置運用が可能ではあるものの、使い勝手があまり良くはないので、7で据え置いてしまっていいでしょう。合わせて X モジュールも紹介。X モジュールの特性追加効果は、ブロックしているとき、攻撃力と防御力が上昇するという効果ですが、スキル2とスキル3はそもそも敵をブロックしないことで、生存能力を強化しているスキルとなっているので、噛み合っていないと言わざるを得ません。素質強化に関しては術ダメージの強化なので、特にスキル3の強化に貢献できる効果にはなっていますが、現状において言えばモジュールなしでも十分な火力が出ているので、作成優先度はそこまで高くはありません。むしろ、今後実装されると考えられる Y モジュールは配置コスト減少、素質2のコストの自然回復速度上昇効果が強化される可能性があるので、ワルピスフォーリアをより高速化させたいのであれば、Y モジュールを待つのもいいでしょう。以上で、ワルピスフォーリアの紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。甲板にはあんなに分厚い雪が積もっているのに、廊下はちょうどいい気温だね。私は温度がコロコロ上下するのが嫌いだから、
この船は都合がいいよ。考えたらもうここでずいぶん長く過ごしているね。確かにあなたの言う通りだ。殺し屋が休みを取るのは本人にとっても他の人にとっても悪くないことだ。